ご視聴ありがとうございます。今回は朝ラッシュ限定で上り普通列車が変則的な退避をする駅のご紹介です。取り扱い中のホームや浅草線直通ならではの列車の走り、そしてコンコースの様子などを全部まとめてお届けします。この取り扱いが行われるようになった路線と駅を取り巻く環境にも注目です。その駅が京成押上線の八広駅です。京成押上線は都営浅草線と接続する押上駅から京成本線と接続する青砥駅までを結ぶ全長 5.7 キロの路線。それほど長い路線ではありませんが、京成線と浅草線とを結ぶ役割を担っており、この路線の位置づけも今回の話に関わってくるものです。下り普通列車で向かいます。2015年に完全高架化された線路の先に八広駅が見えてきました。八広駅のある部分は99年に一足早く高架化されています。2面3線の高架駅で下り線側に退避線が設けられています。ホームには物々しい鉄骨が目立ち、設備はそれなりに大規模なようです。駅全体がかかる半径800メートルのカーブの先に荒川を渡る鉄橋が見えます。上り列車の影になっている場所もありますが、駅自体はそれほど変わったところもないように見えます。ホームに降ります。分岐器の一部が橋梁にかかっており、橋梁の向こう側には次の四ツ木駅が見えています。駅間距離は 0.8 キロしかありません。構内の前景がこちらです。屋根のうち前後1両分ずつは骨組みのみで、屋根自体はついていません。駅前には住宅が広がっているものの、荒川がすぐ近くを流れることから駅整圏は狭く、近くを東武スカイツリーラインも走っていることもあり、乗降客数は1万人を少し上回る程度。これは押上線の駅の中では最も少ない数字です。そのような事情もあり、券売機は2台、改札機は3台のみの設置です。改札階全体に場所が余っている感が漂うのが寂しいですね。ホームの番号は上り線側から順に付けられています。1番線が上り列車、2番線と3番線が下り列車専用ですが、朝ラッシュだけはこの原則を崩し、上り列車が1番線と2番線を使って退避を行います。時刻は間もなく7時です。コンコース階の発車案内表示器を見ると、7時9分発の西馬込行きから2番線発車となるのが分かります。表示器の右下には小さく注釈も書かれています。なお、ここから先では普通列車の場合は種別を省略し、行き先だけを読み上げます。7時2分発羽田空港行きが入線です。1番線を発車する最後の普通列車です。こちら側のホームでは下りのアクセス特急成田空港行きがすでに退避線側を通過しています。下り列車に遅延が生じた場合でも上り列車の進路を支障しないよう、少し早い段階から退避線の走行に切り替えられています。7時6分発西馬込行きが入線です。2面3線の駅で上下線が線路を1本共用する例は多いですが、退避線同士または本線同士で共用するのが一般的で、この駅のように退避線と本線を共用する例は非常に珍しいものです。まだ朝ラッシュの初めですが、ホームは少し混んできています。この列車は2分間停車し、その間にアクセス特急の通過待ちをします。上り本線の出発信号機はすでに開通済み。手前の数字は種別を示すもので、駅の先端には種別ごとの最高速度の一覧表があります。この時間帯の上り線では特急や快速特急も運行されており、普通列車と速達列車がおおむね1対1の比率となっています。下りの普通列車はもちろん退避線側に入線します。アクセス特急が通過してほどなくポイントが開通します。押上線の途中駅のうち退避線があるのはこの八広駅だけ。このような退避を行う理由が押上線の環境にあります。八広駅の前後で退避ができるのは2つ上り方の押上と4つ下り方の高砂。ただし押上から先、浅草線内では朝は全ての列車が各駅に止まるため、退避を行うメリットがありません。一方の高砂では京成本線とスカイアクセス線、北総線が合流し、多くの系統が入り乱れるため、朝ラッシュにホームを塞いで退避をする余裕がありません。
なお3つ下り方の青戸は上り方ですぐに京成本線と押上線が分岐しており、渡り線がないため同じ系統での追い越しができません。このため下り列車が対比線を走行するという変則的な形態を採用した上で八広駅で退避しているのです。さらにここには京成線の置かれた状況も関係してきます。京成線は千葉方面から都心方面への輸送で JR 総武快速線と競合しています。また69年3月に西船橋まで開業した現在の東京メトロ東西線もライバルです。ただしルートが JR よりも遠回りなこと、速度制限を受けるカーブが多いことなどから所要時間の面で不利であり、厳しい戦いを強いられています。京成線の最混雑区間は都心寄りの区間ではなく京成船橋駅の手前であり、 JR に負けているのが分かります。 JR に少しでも対抗するために押上線内に通過駅のある種別を設定しているのです。そしてこの駅が珍しい構造になった理由と思われるのが今の高架駅ができた経緯です。97年12月まで八広駅と隣の四ツ木駅は地上にあり、八広駅の駅舎は今より下り方荒川の堤防の横にありました。なお八広駅はこのような立地もあって94年4月に改称されるまで荒川駅という名称でした。ところが当時の荒川橋梁は今より高さが低い上、前後の堤防よりも高さが低かったことからかさ上げした堤防が橋梁のところで低くなり防災上のネックとなっていました。また高さの低い橋梁は大きな船が通過するのが難しく、船が橋梁に衝突し押上線が不通になることもありました。91年1月には橋梁にタンカーが激しく衝突し上下線のレールが曲がるほどの損傷を受けたことで荒川四ツ木間が数日間運休になりました。こうした事態を受け翌年に高架化工事が始まります。新橋梁は下り方に向かって右側に作られることになり、97年12月に上り線、99年9月に下り線の供用が始まりました。そして2001年9月には対比線である3番線が供用されます。下り本線の高架化から2年かかっているのはこの駅が曲線の内側に移動するように高架化されたため、本線を高架化してから対比線を作る必要があったのが理由のようです。3本ある線路の中央を対比線とするオーソドックスな配線としたいところですが、工事手順の関係上そうはいかなかったようです。なお旧線の跡地の一部が今も空き地として残っているほか、隣の四ツ木駅はホーム自体が S 字カーブしており、今の配線が出来上がった理由が垣間見えます。そしてこの時間帯では浅草線直通ならではの各社局の車両が入り乱れる光景も見どころです。特に京急車はこの先の青戸や高砂止まりの列車が多く、それらが折り返して京急線に戻っていく運用も多いため頻繁に姿を見ることができます。ホームが京急車に占領されている光景も珍しくありません。総勢27編成の都営車が並ぶ機会も多く見られます。ちなみに撮影時には5300型は残り2編成のみでしたが、両方が運用入りしていました。その後1編成が運用から外されており、今では1編成しか見ることができません。一方青戸で押上線と京成本線が分かれており、本線の運用を京成車で賄う必要があるため京成車の比率は意外と低いのも特徴です。京成3100型のアクセス特急がやってきました。成田スカイアクセス線での運用を念頭に19年に登場した新型車両です。上り線にばかり気を取られがちですが、下り列車が対比線を走行する時間帯の速達列車はわずか5本しかありません。浅草線からの列車のほぼ全てが乗り入れてくることに加え、この駅での退避ができないことから大半が普通列車として運行されているからです。なおこの時間帯の下り普通列車のうち数本は高砂で速達種別に変わります。普通列車の本数だけ見るとどちらが上りかわからなくなりますね。そして上り普通列車の中には退避を行わないものも何本かありますが、この時間帯は退避の有無に関係なく2番線を発着します。通過列車しかない1番線ホームはどうなっているのでしょうか。一度改札階に降りてみましょう。この時間帯は通過列車しかない1番線ホームは改札階からテープで封鎖されてしまいます。
もちろんエスカレーターは止められています。一部のホームだけを時間限定で閉鎖する取り扱いは珍しいので、テープを引っ掛けるための部材はこちら側だけに設置されています。1番線ホームを封鎖した上で上り普通列車を全て2番線に集約する方が退避の有無でホームを分けるよりも分かりやすいので便利です。テープ貼りや看板の設置に加え、7時2分発の羽田空港行きが発車した後には駅員による点検が行われます。改札階ではアナウンスが繰り返し流されています。時刻は8時です。もともと曲線の外側で見通しが悪いので混雑が激しくなる時間帯は駅員による立ち会いも行われます。見通しといえば下り本線の視点で見ると出発信号機の手前に中継信号機があるものの、上り対比線の視点で見ると中継信号機がないのも特徴です。上り快速特急が通過です。この列車を退避して発車する三崎口行きの次が2番線を発着する最後の上り列車です。表示が切り替わりました。上り列車と下り列車が上下に並びます。9時20分発西馬込行きが到着です。この列車は退避なしで発車する列車の一つです。2番線発着の上り列車はこれで終了ですが、下り列車はしばらくは3番線発着となります。朝ラッシュに上り線が遅延することもありますから、その場合でも進路支障が発生しないよう20分余りの余裕を見たダイヤが組まれています。アクセス特急も退避線をゆっくりと通過していきます。本線を通過できないのはもったいないですが、退避線に寄せているおかげで20分程度の遅延までは発着線を変えずに対処できるのです。看板や階段下にあったテープは片付けられ、エスカレーターも再び動き出しました。都営5300型がやってきました。退避線側を走行する最後の下り列車、9時39分発の印旛日本医大行きです。残り少なくなった5300型に揺られ、この駅を後にします。ご視聴ありがとうございました。